皆さんこんにちは。今回の解説では、私たち毒性学者の視点からある非常に重要な調査の裏側に迫っていきたいと思います。私たちが日常的に使っている化学物質、あれって本当に安全なのって思ったことありませんか？今回はその安全評価の要となる28日間反復投与毒性試験、つまり OECD407 というガイドラインの謎を一緒に解き明かしていきます。このたった28日間のテストがいかにして私たちの健康や環境を守る強力な盾となっているのか、その仕組みを完全にマスターしてしまいましょう。さて、今日一緒に見ていくアジェンダはこちらの6つです。1、毒性学と OECD407。2、28日間経口毒性試験のスケップ。3、データと異常シグナルの解読。4、内分泌か乱と臓器。5、動物データから人間へ。そして6、環境と健康の保護という流れで進めていきますね。それでは早速、セクション1。毒性学と OECD407、化学物質の安全性の基盤から見ていきましょう。どんな化学物質も私たちの日常生活に届く前に、まずは絶対に安全であると証明されなきゃいけないんです。そこで登場するのがこの OECD407。正式にはゲップ類を用いる28日間反復経口投与毒性試験って言うんですが、ちょっと長いですよね。要するに化学物質に28日間毎日触れ続けたらどうなるかというのを調べる世界基準のテストなんです。世界中の研究者がリスクを評価するためのまさに超がつくほどの基本ツールなんですよ。私たちの究極のゴールはすごくシンプルです。それは化学物質が人間や環境に触れる前に隠れた危険をあぶり出すこと。標的になる臓器はどこか、ホルモン系に悪影響はないか、そういった毒性のプロファイルを徹底的にマッピングするんです。いわば見えない地雷を先に見つける作業ですね。これが私たちの重要なミッションなんです。次はセクション2です。28日間経口毒性試験のステップ。実際の調査のタイムラインを追ってみましょう。実際のラボではどうやってるのって思いますよね。まずステップ1で毎日の経口投与をスタートします。そしてステップ2、ここが本当に重要で、毎日欠かさず厳格な臨床観察を行うんです。体重や餌の量はどうかなって細かく記録します。ステップ3で28日間の投与期間が終わったら、いよいよ最終的なステップ4。ここで組織や各種エンドポイントの包括的な分析に入ります。この毎日の地味な観察と最後の徹底的な分析フェーズがその物質の運命を決めるわけです。続いてセクション3、データと異常シグナルの解読。毒性学者がどうやって手がかりを読み解くのかお見せします。さて、ここからがデータ分析の面白いところです。この表を見てください。私たちがデータを読む時のシミュレーションなんですが、私たちが常に探しているのはズバリ、容量依存的な反応なんです。コントロール、つまり 0mg と低用量では、体重も餌の量も正常ですよね。でも中容量になると、体重が少し減って、軽度の無気力状態が出ている。そして高容量では、大幅な体重減少と重度の毒性兆候がはっきりと出ています。こんな風に、投与量が増えるとどう反応が変わるか、これがリスク評価の決定的な指標になるんです。正常なシグナルと異常なシグナル、その違いはもう明確です。正常なら28日間しっかり体重が増えて、よく食べて、目に見える苦痛はありません。でも異常がある場合、最初の赤信号、いわゆる私たちの炭鉱のカナリアになるのが、突然の体重減少や食欲不振なんです。そこに重度で回復不可能な毒性兆候が現れたら、もう迷わずその物質に対して重大な警告を出します。どんどん行きましょう。セクション4、内分泌か乱と臓器。隠された細胞レベルの影響についてです。最近のガイドラインのアップデートで特に強化されたのがここなんです。内分泌への影響を絶対に逃さないこと。このリストはガイドラインの付属書2から直接引用したものですが、清掃状態、副腎、それに前立腺などの重量を測ることが義務付けられています。なぜかって、それは化学物質が持つ抗アンドロゲン作用やエストロゲン作用といったホルモンバランスを乱す目に見えない影響を徹底的にあぶり出すためなんです。そしてこのグラフを見ると、その意味が一目瞭然ですよね。コントロール群の前立腺重量を示す左のバーを 100% とすると、
中容量では 98% でほぼ変わりません。でも右側の高容量を見てください。一気に 60% まで落ち込んでいます。これはもうその化学物質が明らかにホルモンの働きを邪魔しているという動かぬ証拠です。外見からじゃ絶対にわからない恐ろしい影響がこういう数値にバッチリ現れるんですよ。さて、セクション5、動物データから人間へ。安全限界の計算方法に入っていきます。ここからは少し数学と推論のお時間です。まず一番大事なキーワード、ノーウェル、無毒性量です。要するに、化学物質を与えても有害な影響が全く出ないギリギリのライン、最大量のことですね。先ほどの28日間の緻密な観察と分析って、実はこのノーウェルという極めて正確な安全の境界線を見つけ出すためのものだったんです。でも、動物のノーウェルをそのまま人間に当てはめるわけにはいかないですよね。そこで次に出てくるのが DNEL、同質無影響量です。これは人間がこれ以上暴露されてはいけないという絶対的な上限値。どうやって計算するかというと、さっきのノーウェルを非常に厳しい評価係数で割り算するんです。これが製品にどれだけの化学物質を配合しても安全か決める規制の最終的なゴールラインになります。その人間の安全を保証するために使われる最も一般的な総合評価係数。それがこの100という数字です。この100には人間の健康を何があっても守り抜くんだという私たち毒生学者の強い意志が込められているんですよ。じゃあその100って何なのって話ですよね。この表を見てください。まず動物から人間への多種差として10倍。これは体内での動きの違いが4倍、毒性への反応の違いが 2.5 倍で掛け合わせて10倍です。さらに人間同士の個体差、つまり子供やお年寄りなど敏感な人を守るためにもう10倍。結果として NOAL を 10×10 のトータル100で割るんです。これでようやく人間にとって安全な量が導き出されるわけです。何重もの巨大な安全バリアが張られているんですね。いよいよ最後です。セクション6、環境と健康の保護。最終的な結論です。ラボの中の細かい数字の話から少し視点を広げてみましょう。この OECD407 のデータ、現実の世界でめちゃくちゃ活躍してるんです。工場などで働く人たちの安全な上限を決めたり、毎日使う化粧品や日用品に毒性がたまるのを防いだり、もちろん環境中での生物濃縮を防ぐための不可欠なデータにもなりますし、世界中の化学物質規制の強固な土台になっているんです。たった一つの28日間のプロトコルが私たちの日常と生態系を静かに、そして強力に守る盾になっているんですね。最後に皆さんに一つ問いかけさせてください。高度に管理されたたった28日間のテストで、これだけ多くの隠れた毒性が暴かれるわけですよね。だとしたら、私たちが日々排出、何年何十年にもわたって環境に長期蓄積していく化学物質について、私たちはまだ何を見落としているんでしょうか。便利な化学物質の裏にある本当のリスクについて、ぜひ一度考えてみてください。それでは今回の解説はここまでです。また次回お会いしましょう。